映画時をかける少女1983年版と1997年版を比べてみた。ということで今回取り上げるのは時をかける少女です。筒井康隆さんの SF 小説時をかける少女。主人公の少女がタイムリープやテレポーテーションをするこの物語は映画、ドラマ、アニメと何度も映画化された人気作品です。その中で今回は原田知世さんが注目されることになった1983年公開の大林信彦監督の時をかける少女と角川から出版された小説を角川春樹社長自ら監督を手掛けた1997年公開の時をかける少女を比べながらその違いなどを見ていきたいと思います。1983年に公開された大林信彦監督の時をかける少女は角川春樹さんが原田知世さんに見せられたことから始まっていて、彼女のために用意された作品で、それを角川春樹さんが大林信彦監督にお願いしたことでスタートしています。その際、大林監督は原田知世さんのことをデビュー当時のジュディ・ガーランドだと感じたそうで、なので原田知世さんが演じた和子の部屋にはジュディ・ガーランドのポスターが飾ってあります。で、物語の方は基本的に原作小説に沿った内容になっているんですが、大林監督としては SF 映画というよりはラブストーリーとしてこの作品を手掛けています。その際、ハリウッド映画を意識していて、当時のハリウッドでたくさん作られていた年齢の差で恋が実らないという物語を作ろうと決めています。和子と深町は年齢差と時代が違うという2つの理由で結ばれない、そういうラブストーリーを大林監督は目指しました。また、時代が違ったから結ばれないという物語に関しては、監督の中では1980年のある日どこかでという作品をイメージしています。その他にもハリウッド映画を意識した演出が映画の冒頭にあって、映画の冒頭のスキー場では和子が深町にぶつかりますが、この時2人の間にはかなりの身長差があります。これは当時ハリウッド映画で使われていた手法の一つで、女性は男性を見上げ、男性は女性を見下ろすことで女性を守るという男性のたくましさを表現していて、その方法を時をかける少女の冒頭でも使いながら2人の関係を描いています。このスキー場のエピソードは原作小説にはない物語で映画オリジナルの展開なんですが、2人の恋愛にまつわるエピソード、中盤に出てくる幼い頃の2人の話、2人の手の傷のエピソードも映画オリジナル、さらに2人が歌う桃栗3年柿8年という挿入歌になっているこの曲も映画オリジナルです。で、音楽といえばこの作品の主題歌時をかける少女は松任谷由実さんが作詞作曲を手掛けていますが、作品の音楽を担当したのはユーミンの旦那さん松任谷正隆さんです。大林監督は松任谷さんに音楽をお願いするときに先ほど挙げたある日どこかでという作品を見せたそうです。さらにジョン・フォード監督の1939年の作品駅馬車のサントラを聴いてもらっていて、駅馬車のタイトルロールのような音楽、そしてある日どこかでのようなメロディーをお願いしています。なので大林監督は SF 小説として話題となった時をかける少女という物語をハリウッド映画的なラブストーリーとして描いているわけですが、そのラブストーリーは和子と深町だけではなく福島先生と立花先生、さらには深町の祖父母のラブストーリーも描いていて、それぞれの世代の恋愛物語を見せています。なので福島先生と立花先生の関係や最後の深町の祖父母の会話なども映画オリジナルの設定になっています。ただ物語のベースにあるのは筒井康隆さんの小説で、そのベースに大林監督ならではのラブストーリーを加えたのが1983年版の時をかける少女という作品です。で、その筒井康隆さんの小説を元にした時をかける少女という作品は1997年にも公開されていて、この作品の監督を務めたのは原田知世さんを見つけ出した角川春樹監督です。
ただこの作品は主人公の名前、また和子が偶然理科室でタイムリープの能力を手にするという設定ぐらいが原作小説と同じだけで、かなりオリジナル色の強い時をかける少女となっています。中でも和子、深町、五郎の3人の関係は原作小説とも1983年版とも違っていて、五郎は和子に自分の思いをストレートに半ば強引に伝える男性になっていて、仲良し3人という設定とは違っています。また深町も原作では知らないうちにみんなの中に紛れ込んでいましたが、1997年版では転校生として和子たちの前に姿を見せています。さらにこの作品で描かれている SF 部分、タイムリープも原作小説や1983年版とは違っていて、小説や大林監督の作品では和子は同じ日をもう一度繰り返していましたが、角川監督の作品では日付的には翌日になっているけど、前の日と全く同じことが繰り返されるとなっていて、若干設定が変わっていました。で、基本的には角川春樹監督の作品もラブストーリー、前半は三角関係、後半は和子と深町のラブストーリーをメインにしてはいるんですが、同時に SF の部分もきちんと描いていて、原作にはなかった時の番人などを登場させ、タイムリープのルールを明確にしています。また原作小説も1983年の作品も深町が未来から来たということを物語の最後で和子に明かしているんですが、1997年版では物語の中盤でその秘密を和子に伝え、そこから物語は深町をめぐるタイムリープの話になっていきます。で、そのタイムリープの物語に2人の恋愛を絡ませているのが1997年の時をかける少女という作品なので、1983年の作品よりも原作小説にオリジナルの物語を加えた作品になっています。その中でこの2つの作品を比べてみると、1983年の作品では挿入歌愛のため息の2番の部分が2人の関係を示していましたが、1997年版では2人の関係をエミリー・ディキンソンの愛と孤独とという詩を引用しながら表現しています。で、物語的には先ほど言ったように1997年の作品にはオリジナルの展開がたくさんあるので、1983年の作品とは違うように感じるんですが、ただ1997年版では原田知世さんがナレーションを務めていたり、主題歌を松任谷由実さんが歌い、音楽を松任谷正隆さんが手掛けているので、1983年版とのつながりも感じます。その原田知世さんや音楽に関しては角川春樹監督があえて1983年版を意識しながら演出した部分だと思うんですが、角川春樹監督も松任谷さんに音楽をお願いするとき、大林監督と同じようにある日どこかでを見て音楽を作ってほしいと伝えていて、これは全くの偶然の出来事だったそうで、大林監督も角川春樹監督もどちらも時をかける少女を作るにあたってある日どこかでという作品をイメージしていたという共通点もあります。なので筒井康隆さんの SF 小説時をかける少女を原作にして、さらにある日どこかでという作品をイメージしながら作られたのが1983年版と1997年版の2つの時をかける少女で、どちらの作品も映画のラストでは大人になった2人が再会しているんですが、その再会の様子は2つの作品では大きく違っていて、両方の作品を見比べてみると大林信彦監督と角川春樹監督の演出の違いを感じることができると思います。作品的には大林監督の時をかける少女の方が有名ではあるんですが、ぜひこの機会に1983年版と1997年版2つの時をかける少女を味わってみてください。ということで今回は映画時をかける少女についてのお話でした。